30年前、元走り屋峠小僧でした。私メル、元走り屋で、当時は夜な夜な峠で AE86 を転がしていました。それが今では夜な夜な一人部屋に隠れては画面を使ってレーシングシミュレーターで走る毎日。レーシングシミュレーターのあさってコンセプト、当時私自身が乗っていた AE86 トレノを再現した車には、当時と同じように日々峠を攻めた走りを続けさせてくれるといった、自宅で手軽にできるシミュレーターなのであります。実は私、つい先日なのですが、また新しいものを購入してしまいました。皆様ご存知の方も多いと思われますが、最近 SNS でも話題沸騰中のダイレクトドライブハンコンを本日紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、今回私また新たにダイレクトドライブを購入してしまいました。それはケイマス社が出しているこちらの C5 ダイレクトドライブです。今回私が購入したハンコンは C5 本体とその台座となるクランプのセット品を購入しました。実はこのケイマスが8月3日までなんと 10% オフの期間セールを行っているのです。例えば今回私が購入した C5 のダイレクトドライブですが、ケイマスのウェブサイトで279ドル、日本円で約4万4000円ほどなのですが、これがさらに 10% オフで購入でき、とってもお得な期間セールなのです。ケイマスの期間セール情報はこの動画の概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。そして私の手元に届いたこの C5 ダイレクトドライブ、早速箱を開封してみました。なんだかとても高級感を感じる印象です。しかもこのハンドルコントローラー、さすがダイレクトドライブ、結構重たい感じです。早速この C5 をコクピットに取り付けてみたのですが、ボルト止め自体も少なく、あっという間に設置が完了してしまいました。そしてステアリングと台座をつなぐのはこのアームのみとなっており、構造自体とてもシンプルとなっております。今回私はコクピットに設置しておりますが、クランプの付属品としてデスク用のクランプも同封されていますので、デスクに設置することも可能となっております。まずこの C5 のステアリング形状は D シェイプが採用されてます。そしてこのステアリングの裏にはダイレクトドライブのモーターやフォースフィードバックを実現するセンサーがこのステアリングに内蔵されているのです。こうした構造を採用しているのは若干発生するラグをなくすことにあるというのです。これは本当に衝撃です。そしてそのステアリングの表面にはたくさんのボタンが設置されていて、それぞれのボタンをドライバーの好みの設定ボタンに変更できます。そしてアクセルレベルや速度も表面のメーターに表示してくれます。もちろんこのステアリングにはパドルギアシフトも導入されているので、レーシング系が好みのドライバーにも人気となっているのがよくわかります。C5 本体の電源をつないで C5 本体と PC を1本のケーブルでつなぐだけで完了しますが、キャリブレーションのセットアップもとても簡単で、ケイマスが出しているこのセットアップツールを使い、キャリブレーションのセッティングを行うことで全て完了します。このケイマスのセットアップツールがとても分かりやすい上に、しかもさらに便利となるように、先ほど説明したステアリング表面のボタン類をこの画面で設定することもできるのです。あとはドライバーの好みとする挙動の設定に仕上げることもできます。実車っぽい味付けにするか、自身が好みとするセッティングにするか、細かい調整を可能としています。私は実車っぽい味付けが好みですので、この画面を使って微調整を行いましたが、とても分かりやすいものとなっておりました。セットアップも完了し、とてもいい感じに仕上がりました。D シェイプの形状のステアリングではありますが、
ステアリングのサイズもおそらく32ファイ程度のものとなっていることもあり、ほぼ違和感もなく走れる気がします。そして本日私がこのケイマスの C5 で走るコースは鈴鹿サーキット。せっかくの D シェイプステアリングであれば、まずはサーキットでグリップの走りを試してみたいと思います。ではパドックから出て早速コースインしたいと思います。1台先に行かせてと。ではいざ鈴鹿サーキット走ってみたいと思います。あれ、さっきの車がなぜかコーナーの手前で止まってる。とりあえず先にパスして走ってまいります。実は私チャンネル登録されている方の中でご存知の方もいらっしゃると思いますが、30年前当時 AE86 トレノを2台乗り継いだ社会人になって初めて買った車がこの赤の RX7 初期型の FD3S でした。そして私この FD に乗って当時峠を攻めておったのです。 AE86 からのステップアップにしては飛び越えすぎではと思われるかもしれませんが、実はこの FD AE86 に乗っていた人間であればとても乗りやすい車であったのです。今回はあえてドノーマルの FD をチョイスして走ってみますが、しっかりとケイマスのレビューをお伝えしながら FD の走りもお伝えしてまいります。この FD さすがにドノーマルなためブレーキパッドもノーマル、ブレーキングポイントでかなり手前から踏み込まないと車に荷重がかからないです。本当にこの FD のモジュールかなり再現性が高く作られています。ゲームっぽい動きではなく実車の FD に乗っていた私もかなり忠実に再現されているのが分かります。このエンジンの回り方といい、サスペンションの感じといい、ブレーキのかかり方も、これはこの車をベースとして当時の私の峠仕様だった FD をまた再現したいなと思わせてくれるモジュールです。ではこの FD の駆動を実感できたところで、早速このケイマスのダイレクトドライブ C5 の方にも目を向けていきたいと思います。まずこのフォースフィードバック、これは完全に実車の挙動を体感させてくれるフィーリングです。しかもこのステアリングに表示されているアクセルレベルと速度メーターが勝手に視野に飛び込んできてくれるので、こういったサーキットでの走行も実車での走行と同じように安心して車を走らせることができています。さすがプロレーシングドライバーが携わっているだけあります。あえてのブレーキ時のロックもしっかりとブレーキとタイヤを感じることができてうまくコントロールできます。車のモジュールとそれを操るハンコンが整えば本当に実車のレーシングシミュレーター化させることができるのだと思います。この環境とても楽しいです。しかも実はこの D シェイプ形状がさらにコーナリングを安定させてくれています。やっぱりグリップで走らせるには D シェイプは最強ですね。にしてもこのロータリーサウンド、ノーマルマフラーだと本当にモーター音のような感じでものすごくかっこいいんです。ただノーマル車で走らせるにはブレーキパッドもノーマルなので正直そこは怖いのですが、でも30年前当時を思わせてくれる代物です。この環境でこれからも走りたくなってしまいました。今回私が使用しているこのケイマスダイレクトドライブの C5、
K マスの製品の中では正直価格も安めのエントリーモデルなのですが、ここまで実車のトロを再現してくれるとは。他の K マスが出しているダイレクトドライブやペダルは一体どんなクオリティなのでしょう。すごく興味が湧いてしまいます。これは本気で実車の練習として考えるユーザーにとっては最強のシミュレーターと言えるでしょうし、しかもこの機能性能だけでなく標準価格時点でもかなりお値打ちな価格設定。世界中の YouTube などでの SNS を見てもコスパ最強と言われてますし、これは本当にすごいとしか言えないです。しかもこの K マスの製品が8月3日まではさらに 10% オフの割引セール期間。私自身もなんとか次の製品をゲットしたいと思っています。本日の動画はいかがだったでしょうか。本日は私自身が30年前当時に乗っていた FD3S での走行と SNS で話題沸騰中のコスパ最強といわれる K マスのダイレクトドライブ C5 についてお伝えいたしました。実際に使ってみた印象ですが本当に驚きの性能でした。やはりステアリング本体にダイレクトドライブのモーターとフォースフィードバックのセンサーを内蔵しているというのは他にはない特性ですね。これは実際に使ってみないとお伝えできないのかなと思いますが、本当におすすめできるシミュレーターでした。ぜひこのセール期間中に K マスのウェブサイトを一度ご覧いただけると良いかと思います。今後もまた新しい情報をこの動画でお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆様からの今回の動画の感想やご質問をお手軽にコメント欄にお寄せください。それでは本日も時間となりました。本日もご視聴ありがとうございました。